みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日はお隣の国、韓国のニュースを3つピックアップしてお届けするのだ。中でも注目なのが、3つ目のニュースなのだ。サムスンが発売した3つ折りの折りたたみスマホ、ギャラクシー Z トリフォールドについての記事なのだ。発売のたびに数分で完売しているのに、サムスンはあえてたくさん売ろうとしていないというちょっと不思議なお話なのだ。なんでそんなことをしているのか、どうして超高価格なのに台数を絞っているのか、そしてサムスンがそこまでしてアピールしたい折りたたみ技術のポイントはどこなのか、この後順番にわかりやすく紹介していくのだ。韓国は東アジア、朝鮮半島南部にあり首都はソウルなのだ。戦後に南北に分かれ、大統領制の民主主義国家なのだ。人口は約5100万で、半導体や自動車、家電などが主要産業なのだ。ポップやドラマの世界的人気、半導体競争や北朝鮮との関係が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。クーパン、データ流出の容疑者を特定、外部への流出は確認されず、という記事なのだ。韓国のネット通販大手クーパンが、約3300万件の顧客データに不正アクセスした元社員を特定したとソウルで発表したのだ。元社員は社内のセキュリティキーを盗み見てアクセスし、実際に保存したのは約3000件分で、名前や連絡先、住所、限定的な注文情報に加え、2609件分のマンションのオートロック暗証番号などだったのだ。クレジットカード情報やログイン情報などは含まれていないと説明しているのだ。会社は関係する機器をすべて回収し、保存データも削除され第三者への流出はないと主張しているのだが、韓国の科学技術情報通信部は、まだ共同調査中でクーパン側の発表は一方的なもので、事実として確認されていないと反論しているのだ。クーパンは顧客への保証策を近く公表するとして謝罪しているのだ。二つ目のニュースなのだ。クーパンへの韓国の厳しい監視が米国との通商関係を危うくする元安全保障顧問という記事なのだ。アメリカのトランプ前大統領の元安全保障担当補佐官ロバート・オブライエン氏が韓国で起きたクーパンの大規模情報流出への厳しい規制対応に懸念を示したのだ。クーパンは韓国で主に事業をしているけれど、法的にはニューヨーク証券取引所に上場する米国企業なのだ。韓国国会や公正取引委員会がクーパンを強く追及すると、米国企業への差別的規制となり、トランプ政権時代に進めた米韓の貿易関係の再均衡を損なうと警告したのだ。約3370万件の顧客アカウント流出を受け、韓国政府は国会聴聞会や政府合同タスクフォース、さらに大統領室主催の閣僚級緊急会議まで開き、米国要人へのロビー疑惑も含めて厳しく調査しているのだ。オブライエン氏は、中国の影響力拡大に対抗するためにも、公平な対米企業扱いを守る強い米国の対応が必要だと訴えているのだ。3つ目のニュースなのだ。サムスンがギャラクシー Z トリフォールドを多く売りたがらない理由という記事なのだ。サムスン電子が韓国で発売した折りたたみスマホ、ギャラクシー Z トリフォールドは、12月12日の発売直後から毎回数分で完売しているのだ。でもその理由は人気だけじゃなく、最初から供給量を3、4000台程度に絞っていて、世界でも2、3万台しか出さない計画だからなのだ。359万400ウォンというサムスン史上最高価格なのに、部品や組み立て精度が超シビアで、増産すると不良やコストが跳ね上がるのだ。サムスンは利益よりも2つのヒンジと10インチ級画面を内側に折りたたむ高い耐久性をアピールして、2026年にアップルが参入する折りたたみ市場で技術リーダーの地位を示す狙いなのだ。ずんだもん、韓国は技術と文化が光る国なのだ。クーパンの流出問題や米韓摩擦、サムスンの慎重戦略に注目なのだ。
地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。